皆様本日はですね、こちらのねここら辺にあるね材料を使って、我が家のねごちそうおにぎりを作っていきたいと思います。はい、ポチ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 。はい、今回ね私喋るの2回目なんですけども、前回のね地獄鳥の方がとても好評で、皆さんありがとうございます。コメントもねしゅんちゃんが喋ってるっていうので驚いてくださってる方がたくさんいたんで、それもねまた嬉しかったです。よく見てくださってるなと思って。じゃあ早速作っていきたいと思うんですけども、まずはこちらのね鮭なんですけど、こちら辛口とか甘口とかあるんですけども、できれば甘口の方が個人的には今回のおにぎりに合うかなということで、こちらの甘口の鮭を2枚ほどで、今回の分量だとご飯2合分ですねに合わせた分量になるんで、ぜひ参考にしてみてください。じゃあ早速焼いていこうと思います。では早速焼いていこうと思うんですけども、今回は、蒸し焼き状態にしようかなと思ってまして、なんでかっていうとグリルで焼いちゃうとその場では美味しいんですけど、時間経った後にちょっとやっぱ硬く感じるっていうのがあるんで、個人的にはよりふっくらさせたいっていうのもあって、そのおにぎり用の魚を焼くときは蒸し焼きにします。ホイル焼きですね。はい、ホイル焼きにするとプラスね、魚焼きグリルとかトースターで焼いた時に汚れもしないっていうので、洗い物も楽っていうのも個人的にはいいかなということで、今回はホイル焼きにしていこうと思うんですけども、2枚こちらね鮭の方並べたら、こちらですね、お酒を小さじ 1,2 杯ぐらいかな、この辺は本当に気持ちでいいんですけど、これぐらいかけてあげて、で、普通のホイル焼きですね。まずてっぺんの方をこういう風にこう締めてあげて、見えるかな、締めてあげて、で四隅こう結構ねちゃんとしっかり締めてあげないと開いちゃうんで、上の方のこの角の方からやってあげたのに、最後は後ろをこうやってあげると、こんな風にしたら、魚焼きグリルかトースターで約15分から20分ぐらいかなを蒸し焼きにして、鮭作っていきたいと思います。では約15分ぐらいですね、トースターで焼いたんで中見てみたいと思います。こんな感じです。わかるかな、こうめっちゃねふっくらしてるんですよね。でこの後に焼き目、その皮も食べたい人はこのまま魚焼きグリで表面が皮面がカリカリになるまで焼いてもいいんですけど、おにぎりにはね皮僕使わないんで、ほぐした後に皮を食べたい場合はトースターやグリルで焼いたりとかします。とりあえず身をほぐしていきたいかなと思います。では身をほぐしていこうかな。もうね僕は最初にこうやってもうまずは皮だけ取っちゃって、でたまになんだっけ、お子さんによってはこのなんだっけ、この血合いの部分が苦手なっていう方もいるんで、そこはね取っちゃってもいいですけど、僕ここ大好きなんでこのまま残します。でこんな感じで皮を取ったら、大きくなってるこの骨の部分ですね、骨の部分だけをこうやって取ってあげる感じ。まあね、鮭はね骨が取りやすいんで、こんな感じで。でおにぎりの具材でよくいいなと思うのが、大きいのがゴロゴロ入ってると嬉しいじゃないですか。なんで僕はもうかなり大雑把に、もうこれぐらい、もうそんなにねほぐしすぎないっていうのがね個人的にはコツですね。ちょっとね微妙に加熱が足らなかったので 2,3 分だけ追加してきました。はい、こんな感じですね。粗めにほぐしてあげて、鮭はもうこれで完成です。では早速おにぎり作っていきたいと思うんですけども、炊きたてのご飯2合ですね。おにぎり作るときは僕はいつもねお水をねほんの1ミリぐらいかな少なくして炊いて、ちょっと固めにねご飯を炊いてあげてます。これはお好みによると思うんですけど、その方がべちゃっとしなくてとっても美味しいので参考にしてみてください。じゃあ早速、先ほどほぐした鮭ですね、鮭入れていきたいと思います。これねここで全部入れちゃってもいいんですけど、お客様とかにさ出したい時とかにさあるじゃん。そういう時はさちょっと豪華な鮭に見せたいんで、ほんの少しだけ残して外側にね鮭が見えるようにしたいんで、少しだけ僕は鮭を残して、少しねこの大きくばらついたのを残して、これでまずさっくり混ぜたいかなと思います。でここに、はい、こちら天かすですね。天かすこちらを大さじ3か4杯ぐらいかな。はい、
今回とりあえず3倍ぐらい入れときます。まあ、足んなかったら後から足せばいいんで3倍入れて、でこちらですね。はい、塩昆布減塩になってるんですけど、これがね本当にある方はぜひ入れてほしいんですけども、なかったらなくても十分美味しいんで、あったらぜひこれ入れてください。昆布の旨味がね足されて美味しいのと、時間が経った後にさらに美味しくなるんですよね。こちらをね、まあどれぐらいかな、2つまみぐらいかな、いや3つまみ、4つまみだから、1合に2つまみぐらいかな、4つまみ。はい、こんな感じで、もうね主婦の方は多分ねこの塩昆布って結構ご存知の方多いと思うんですけど、初めて見る方はねこちらねおにぎりだけじゃなくて炒め物とかパスタとかね、あとサラダとかにもねすごい便利だったりするんで、ぜひ入れてみてください。でプラスここにめんつゆでございます。これが味の決め手になります。でいつもあごだしのねつゆ使ってるんですけど、あごだしのつゆもちろん美味しいんですけど、あちらの場合は甘みがちょっと弱めで風味がいいんですよ。出汁が効いてるっていうかなっていう感じなんですけど、お子さんが食べる場合はこちらのねめんつゆの方が甘みが少し強いんですよ。なので個人的にはめんつゆの方がおすすめです。はい、なのでこちらを入れていきたいと思います。大さじ2ぐらいでまず様子見ます。今回のやつこれ3倍濃縮ですね。はい、大さじ2で、これで入れたらさっくりですね混ぜたいと思います。この外側からこう中に入れてさっくり、本当に米とかが潰れないようにさっくりする感じですね。もうこんな感じです。もう美味しそうで、この状態で一回ちょっと味見してみてください。バッチシ、めちゃくちゃうまいです。はい、めちゃくちゃうまいのができたので、じゃあ早速握っていこうと思うんですけど、今回鮭の甘口使った理由はこちらでね、やっぱり塩昆布入れたりなんだっけめんつゆとかの調味料を入れるんで、甘口の鮭を使った方がしょっぱくなくていいかなという感じでございますね。じゃあもしね辛口のやつ使っちゃう場合はその分めんつゆ少し減らしてあげたりとか、塩昆布使わなかったりとかすれば十分美味しいおにぎりできるので、ぜひ参考にしてみてください。じゃあ早速握っていきたいと思います。ごめんなさい、忘れてました。ほんの少しこちらいりごまも入れます。これはねもうお好み量ですけどたっぷりのが美味しいです。では早速握っていきたいと思います。まずね外側にね美味しいねこのね見栄えが良くするためにはちっちゃいおにぎりを軽くここで握ってあげるんですけど、ここで芯を作ってあげる感じ。そしたら外側に美味しいおにぎりが来るように、身が来るようにわかるかな、こんな感じで身が来るようにっていう感じで握ってあげるとね、外側にね大きい具が見えてとってもね美味しそうなおにぎりができるので、ぜひ参考にしてみてください。でこれでね出来上がりなんで、あとは海苔を巻いて実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。いただきます。最高かよ。はい、じゃあちょっとまずはこうちゃんから。やばくないこの具鮭じゃんもうこれねじゃあはい、いただきます。あ、天かすがまだサクっていったおすごい、うまっ。でちなみに今サクってこう出来たてっていうか出来たてではないんですけど、まだそんなに時間経ってないんであれなんですけど、天かす時間経ったら
逆にね味にご飯に染みて味がご飯に染みてか、さらに美味しくなるんで昆布と一緒にねめっちゃうまい。うまい。いやよかったね。いやじゃあ僕もまあこれはもう美味しいんだよね絶対。鮭と相まって塩気もちょうどいいし、やっぱ塩昆布のうまみすごいわ。いや塩昆布入れたいよね。じゃあいただきます。うまっ。もうこれほんまにうまい。うまい。やっぱいやーあとね鮭をねやっぱふっくら焼いておくと、そのね食感もすごいいいよね。本当にねふんわりしてるわ。うまっ。これもう一個食べていいの？うまいわ。万能食だわ。お弁当に入ってたら絶対嬉しくない？狂気乱舞。海苔で塞ぎ込んでる。うわもうこれ最高。もうお腹空いちゃうからやばいんだけどね。まだあと3個ぐらいいける。待ってそれだけで見てもでも全然いけると思う。マジで美味しいよ。もうこれいっちゃおうかな一気に。うまっ。でも隣でこんなに美味しそうに食べてくれるとみんなも多分分かると思うけど嬉しいよね。ということで本日はですね我が家の大好物ということでごちそうおにぎりを、作らせていただいたんですけども、こうちゃんどうでした？うまい。まあうまい。相変わらずのバランスですよ。やっぱ鮭、もう惜しみない鮭。ほぼ鮭みたいな感じなのと、塩昆布のうまみとあとほんとねまあもともと混ぜ込んでるのも全然美味しいんだけど、最後ちょっと後乗せにしてる天かすのサクサク感、最高ですね。もう最強でした。本当に美味しかったです。よかったです。はい、ということで今回は以上なんですけども、今回のねおにぎりごちそうおにぎりが好評だったらねまだ僕いろいろあるんでそちらもね作ってみようかなと思います。本日は以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。